はい、どうもじゃ、カネがでございます。ということで、今日なんですけれども、僕昨日までオーストラリアにいまして、上がってると思うんですけど、何本か撮影しまして、でもやっぱり海外に行くと思うのは、味噌汁が恋しくなって、もう絶対日本帰ってきたら味噌汁作ろうって思いまして、今日は味噌汁作っていきたいと思います。でもただ味噌汁作るんじゃなくてですね、以前高級な魚、キンキとか白アマダイとか、ああいう魚をさばいて、アラを冷凍しといたんですよ。で、また他の企画で使いますんでって言ってたじゃないですか。その企画が今やってきました。海外に行って帰ってきて味噌汁作る動画。これをね、撮りたくてですね、残しておいたんですよ。ちょっと見に行きましょう。あっちにあるんですよ。大きい冷凍庫じゃなくてね、こっちのちっちゃい冷凍庫に入れてあります。こういう感じになってますね。まあ大体入ってるものは普通のご家庭と変わりませんね。まずこちら、空っぱですね。空っぱと、1000年代の頭。ちょっとここら辺ね、冷凍焼けしちゃってますけど、これは問題ありません。これが白アマダイの頭ですね。これも、なんか頭ですね。多分白アマダイでしょう。キンキの頭かなんかどっかやった気がする。ここら辺が多分そうだと思います。これもそうです。というわけで、それではこちらを、さばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。たくさんの魚の頭。っていうことでね、まだ僕もちょっと白アマダイと1000年代しか確認できないので、なんとも言えないんですけど、美味しいアラがたくさんありますよ。なので今日はこちらのアラを使って、高級魚の魚のアラの出汁がたっぷり入った、具沢山の赤味噌のお味噌汁を作っていきたいと思います。炊きたての白米と、あとちょこちょこっとね、刺身も買ってきましたんで、ご飯食べていきたいと思います。まず溶かしていきますね。自然解凍じゃ時間かかりすぎるんで、流水解凍していきます。あれが出てきた。3項目抜けだ。これがじゃあキンキか？これも白アマダイだ。キンキは取ってなかったな。そうだ、キンキは食べちゃったわ。3項目抜けでした。なんで、1000年代白アマダイ3項目抜け。めちゃくちゃ高級魚揃いよ。これは白アマダイのカマでしたね。じゃあこちらをちょっとね、流水で流して解凍していきたいと思います。はい、では30分ほど経過しまして、溶けました。1000年代白アマダイ。白アマダイのカマ、身抜けですね。そしたらこちらのアラなんですけど、出汁の出ないこういう下顎とかを取り除いていきます。はい、こんな感じ。白アマダイも同様ですね。買って1000年代はこのままいきます。そしたらまだこちら、鱗がちょっとついてますので、霜降りして、鱗を落としていきます。沸騰したお湯の中に入れます。余計な油も抜けてちょうど良くなります。で、すかさず水に入れます。ほら、こんだけ鱗が逆立ちますから、これでバリ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 やれば簡単に鱗取れますんでね、鱗を落としていきます。こんな感じですね。で、残りの頭も全部このような形で、鱗を落としていきます。はい、ではアクを取りつつ30分ほど煮立てました。かなり極上な出汁が取れております。匂いも全然生臭くないですね。ではこちらを一度こしていきます。お鍋にざる、そこに流し込みます。美味しそうな出汁が取れました。そうしましたら今日の味噌汁に使う具材がこちら。大根、人参、ネギ、油揚げ、わかめですね。まずは根野菜切っていきましょう。で、これをお鍋に入れていきます。熱い。で、火にかけていきます。で、次はこちら。油抜きした油揚げ切っていきます。で、わかめは食べやすい大きさに軽くカットします。で、ネギは青いところを大きめにざく切りでいきます。はい、そうしましたらこのアラなんですけど、これ全部入れちゃうと味噌汁ごちゃごちゃになっちゃうんで、この身だけ取り除いていきます。この、ほら、1000年代のほっぺた。で、ほっぺたは必ず魚、両サイドについてますんで、こっちのほっぺたも取ります。よいしょ。うまそう。で、この3項目抜け。ここは頭ごと入れましょうかね。もう汁にだいぶ出汁が出てますんで、アラはそんなに入れません。このぐらいでいいでしょう。そしたらアラをこの中に入れます。
はい、そうしましたらここにネギ、わかめ、油揚げ入れていきます。で、ある程度わかめの色が変わりましたら、こちらに赤味噌を加えていきます。いつもよりちょっと濃いめに作ります。で、味噌を落とすときは火を止めます。バッチリ。これで高級魚のアラを使った味噌汁の完成。はい、そうしましたらご飯を炊いていきます。ご飯は炊きたてが食べたいので、今日は固形燃料で炊いていきます。ここに固形燃料を入れて、火をつけて、待つだけで完成です。はい、最悪です。今、コチを切って盛り付けたんですけど、取れてなかった。やったー。食いたいっていう気持ちが先走ってしまって、6番ボタンを押し忘れてしまった。一番やっちゃいかんことやった。YouTuber として。というわけで、こんな感じに完成しました。コチのお刺身ですね。ここら辺は薄く切ってあります。ここら辺はちょっと分厚めにコロッと切ってあります。で、ここには切り出しを乗せてあります。ネギ、おごのりで少し単調な色になってしまってますんで、赤を加えましょうということで、トサカノリも加えました。これで完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちらのコチのお刺身。うわー、ありがてえ。もう匂いが日本だわ。向こうの方の市場にもコチは売ってたんですけど、刺身ではなかなか難しい鮮度だったんで、こうやって刺身で食べれるのすごい嬉しい。よし、じゃあこちらいただきます。うまい。うわ、白米もうまっ。やっぱこっちの米うまいわ。お米もあったんですけど、やっぱタイ米とかなんで、ちょっと違うんですよね、日本のと。で、シドニーの方で、日本のコシヒカリとか買おうとすると、10キロで8000円ぐらいするんですって。めちゃくちゃ高いの。でもやっぱそのぐらいお米は美味しいんですよ。もう農家さんに感謝ですね。次はこちら、お味噌汁いただきます。この具沢山なお味噌汁、いただきます。うわー、うまー。ホテルのバイキングにも味噌汁あったんですけど、もうあれは味噌汁じゃないね。あれは味噌風味のスープでした。あんだけ高級魚の出汁が出てるんで、もうコクがすごいんですよね。なんか見えないかな、あった。これがね、1000年代のほっぺたですね。いただきます。うまっ。ふわふわ。からのコチのお刺身、ポン酢で今日は食べてます。うまっ。ごちそうさまでした。ということで。ですね、あんまりにもうますぎて、無言でバーッと食べちゃってですね、ドリンクを忘れてしまいました。こちら、でん！ゲームのやつ。オーストラリアのビールも美味しかったけど、やっぱり僕は、これが好きです。いただきます。今日は冷凍庫に眠っていた目抜け白甘鯛1000年代このアラでお味噌汁作って定食にして食べてみましたけども、とっても美味しかったです。やっぱ和食がいいですね。次海外行くときはもう絶対にもう朝揚げとか、あとフリーズドライの味噌汁とか、また魚をさばいて出たアラは保存しておいて、こういう企画に使っていきたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。